皆さんこんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファースト&ライトヘッドクォーターズ店長の団蔵です。こんにちは。今回はこの大和道ミニのパッキングについて、私の装備をね、天泊トレッキングを想定した内容の装備をご紹介しようと思いまして、今すべて出して並べてみました。時間も長くなりますのでね、簡単にざっと個別のものを紹介して、最後にパッキングしてザックに入れてみたいと思います。パッキングの内容もだらだらと時間がかかってしまうといけないので、早回しでやりますからね、なんとか、時間も、コンパクトに皆様にご紹介できたらよろしいかなと思います。では、いきますね。まず一通り見てください。これはノバスコティアフィッシャーマンの石鹸ですね。このケースに入れます。防水のケースです。オーガニックな素材、これは整髪料ですね。でこれは、トイレタリーバッグです。でひげ剃りですね。長期でエチケット以外にも捻挫したりテーピングを施したりするときにちょっと低毛したりする場合もあります。でスタッフサックはさまざまなものは用意してますね。こういったものに入れていきます。これはローローマウンテンワークスの旅チビトートなんですが、自立できるんですね。最大5リットルまで深くできるので、テントの中に小物を入れてパッキングしていたりとか、場合によってはサコッシュのように吊る下げる、アフガンマフラー、これは持っていく時期によりますね。熊よけスプレー、これは防水のメモ帳ですね。過去のちょっとトポ、なんかを書いてますね。これは大常木谷のトポ、灰皿、ソーラーパフ、細引きですね。これはいくつか種類を変えて持っていったり、アクセサリーのカラビナですね。プラスチックの軽量なカラビナ、トイレットペーパー、アルミのテーブルですね。外フィールドホッパーです。でエマージェンシーポケットストーブ、Sビット固形燃料のストーブ、これは固形燃料を着火剤にして枯葉の小枝なんかを入れてストーブとしてウッドストーブとして私は使ったりします。でウィールドのカップ、これはスタッキングして全て入ります。トライテンシルのスプーンフォークナイフ3点セットですね。でプリムスのバーナーですね。これはコンパクトで火力が強いタイプ、ある意味その燃費のいい、ここまでの火力はないものでもいいですね。プリムスのガス、ダルマ缶です。OD 缶ですね。で食料品、これで1日の行動食は賄ってしまいます。トレイルバター、約760キロカロリーの、ハイカロリーので低 GIですから、長時間行動してハンガーノックになったり、しにくい大変優れた行動食になります。ちょっとこれはトポですね。で、ドライフーツ、これは鍵とか、ナイフをつけてますね。実はハサミなんかも持ってます。これは、ウォーターボトル500ですね。ハイドラパックストーン500で、こちらが 1.5、 一応2リットルの水、2.5 とかあるいは6リッターぐらい持つ場合もあります。その時にはこの4リッターのプラティパスのバッグ、これは浄水器ですね。
これも入れています。でワインボトルでエマージェンシーはそうですね、はい、それと、着火剤としてはストライカー、ライターは持ってきますけどストライカーはやっぱり必要ですね。そしてサムスプリメント、固定器具、メッキンのウォーター、アイシールド2つ、これは包帯ですね、切り口製です。バンドエイド、ピルケース、ダクトテープ、これはノバスコティア・フィッシャーマンの、リップバームなんですが、やけどなんかそういったもの、皮膚のメンテナンスには使ってたりします。これは、火起こしのミラーですね。実はルーペにもなってたりしますはい、これで火を起こしますと、これはサバイバルミラーですね。ちょっと開発しています今。シグナルを送ったりさまざまな使い方ができます。これを全部このスタッフサックに入れてます。包帯もある。これは4インチのバンテージですね。ただ今6インチを持っていく時の方が多いです。あとサングラスケース、これは ESS の、超光型サングラスですね。ちょっとカスタマイズします。ガスケット付き、でそれに、ちょっとアクティブな時、行動する時、のストラップで、タオルですね、と、これはヘリコンテックスのナブテルポーチという iPhone ケース入れとメカニクスウェアの、オリジナルグローブ、手のひらが合成ヌバックで1枚で、これはタッチセンサーパネル対応、大変通気性がいいです。あんまり保温力ということよりは、手の保護ですね、全体的な、それで使います。熱くならないので大変、夏場でも調子よく使ってます。逆に冬場はまた違う装備になると思います。でキャップ、これはノッチですね、特徴としてはサングラスのこのつるの部分が干渉しない、つばに干渉しないようなデザインになっています。で18リットルのスタッフサック、ブルーですね。でソックスはフィッツ、ミディアムハイカークルーでアークテリクスの今はモータス SL ボクサーというベースレイヤー、速乾軽量な、アンダーウェアでアークテリクスの速乾機能のシャツ、これはプラティパスのワインボトルで、これはアームカバーですね。アウトドアリサーチのアームカバー、これはクールマックスという素材でできてまして、ひんやり冷たい、柄は、リアルツリーカモというカモフラージュですね。これ今も廃盤ですからね。でここにもスタッフサック、大和道の、メリノウールのタンクトップ、これはものすごくいいですね。だいたいメリノウールというのは天然の由来の防臭効果があり、天然由来の保温調節機能、暑すぎず寒すぎず、ですからこういう河川のものではもう暑い時期に登山をする、大量に汗かいたらもういくら速乾でもね、乾ききるのに気化熱で体温を奪い去っていく、そういう恐れがあるんですが、ウールの特徴としては乾きが河川に比べては遅いんですが、汗冷えなんかを起こしにくいということです。これはポーラテックパワーストレッチのアークテリクスのロー AR ジップネックという、セカンドレイヤーとして使っているフリース、このローシリーズのポーラテック、パワーストレッチはさまざまなアウトドアメーカーで採用されてます。大変ストレッチ性がいいですよ。もうぐーっと丈夫でね、
これ相当使ってます。もうそろそろちょっとアップデートしたいなとは思ってますね。はい、こんなにもう薄くなってもまだ使える丈夫なんですね。相当ロフト感があったんですけどね、もうスケスケになってこのシースルーの感じがいいんですね。なのでこれをアップデートするとしたら、私はこちら、はい、OMM のコアフーディ 115g、 もともとスケスケですからね、はい、スケスケってのはシースルーな感じ、はい、いいんですよ。ですからフリースは軽く、あんまりもうジッパーとかいらないですね。こちらはインスタレーションジャケット、はい、アーキテリクスのニュークレイ FL ジャケット、今はもうだいぶアップデートされてさらに進化してますんでね、私はこのインスタレーションはニュークレイを使っています。本力はアトム LT より上、 AR より下、プロトン LT とほぼ同量の本力がありながら耐風性能が強くなっています。レインウェアとしてはアーキテリクスの αSV ジャケットとして、今廃盤、現行モデルはベータ AR パンツになるんですが、これは αAR パンツ、そして寝袋は OMM のマウンテンレイドですね。今これはレギュラーのレングスなんですが、約185、それ以上大きい XL のサイズもあるから、OMM、 今これマウンテンレード 1.6 ですから160ですね。プリマロフト160というものを採用しています。だいたい私はこれで0度まで対応しています。この間も10度前後は全然余裕でしたね。そしてそれに組み合わせるマットというもの、はい、これはニーモのテンサーアルパインレギュラーマミー、これは4シーズン対応で、厚さが 8.3 センチ、はい、で、このスタッフサックで入れてだいたい1分ぐらい。以前はエアーマットなんていうと電動ファン、あるいはもう実際もう口つけて入れるとか、あるいは別売りのポンプサックなんかを使ってたりもしましたけど、非常に丈夫なんですよこれヘアマットでもね。でスタッフサックにリペアが入っています。これはイギリスのクライミングブランドクルックス X1 クォーク、ミニマムな重量が750グラムで、2人用、幅が1メートル、奥行きが2.2 メートル、高さが85センチ、ものすごく丈夫なんだから、はい、これも実際使えますからね。それぞれの個別のアイテムは、ご紹介していきたいと思いますのでね、一つ一つ話したらもう深い話しかないので装備に関してもね。ということで、これからこれをさっとパッキングいたしますからね、早回しでお見せしたいと思います。クマスプレーはショルダーにつけるとして、全てパッキングしちゃいました。はい、はい、これだけあれば、あとはプラスアルファの食料ですね、それをちょっと外付けすることは十分可能ですね。はい、ということで、はい、大和道ミニバックパックトレッキング装備、断蔵のトレッキング装備すべてパッキングいたしました。本日は10月2日土曜日、この週末も大勢のお客様が FLHQ にね、大和道商品を買いに来られると思います。
どうぞお楽しみください。ありがとうございました。